ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーが制作する実写版、モアナと伝説の海の興行収入予測が、信じられないくらい絶望的な数字になっているという話題についてよ。現在、公開まで1ヶ月を切ったところで、プロのアナリストたちの間でも予測が真っ二つに割れていて、ディズニーが望まないような大惨事のシナリオが現実味を帯びてきているの。モアナと伝説の海ってあの海と冒険のめちゃくちゃ人気なアニメの実写化やろ？アニメの続編もこないだ大ヒットしたばっかりやん。それがなんで絶望的なん？ディズニーの実写化っていつもそれなりに稼ぐイメージあるけど、今日はなぜ実写版モアナと伝説の海の興行収入予測がリトルマーメイド以下だと言われているのか。そして制作費2億ドルに隠された嘘と主演のザ・ロックが抱える深刻な問題について徹底的に解説していくよ。リトルマーメイド以下？あれも色々炎上して大こけした映画やん。しかもザ・ロックの集客力にも問題があると。めっちゃ闇が深そうばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ順番に見ていくよ。まず公開まで1ヶ月を切った現時点での興行収入予測なんだけど、これが本当にまちまちなの。ある独立系予測機関は公開週末の興行収入を5000万ドルと予測している一方で、別の機関は1億ドル近くに達すると見込んでいるんだよ。5000万ドルと1億ドルって倍も違うやん。プロの予想屋たちでもそこまで意見が割れるって相当珍しいんやないの？その通りだよ。通常、競合する予測値の差は数百万ドル程度なんだけど、今回の場合は、最も悲観的な予測と最も楽観的な予測の差が5000万ドル近くにも及んでいるの。このような大きな乖離は、アナリストたちがこの映画に対する観客の需要を分析する際に、非常に異なるシグナルを捉えていることを示唆しているんだよ。絶対こけるって思う人と、いや、ディズニーやからそこそこいけるっしょって思う人が真っ二つに分かれとるんやね。でも、ディズニーのアニメの中でも屈指の人気を誇るモアナの実写版なんやから、普通はもっと大ヒット間違いなしってなるはずやないの？それがね、現在出回っている主要な予測のどれも多くの人が期待するような大ヒットを予感させるものではないの。実際、あらゆる予測はディズニーの賛否両論を巻き起こした実写版リトルマーメイドの公開後となることを示唆しているんだよ。ちなみに、リトルマーメイドはディズニーにとって興行的に大失敗に終わった作品だと言われているよ。一番楽観的な1億ドルの予想ですら、あの大失敗したリトルマーメイドを下回ると、どんだけハードル低いん？具体的に見ていくとね、今週初めにグローバルボックスオフィスというところがディズニーの実写版モアナと伝説の海が大失敗に終わる見込みだと報じて、国内での公開週末興行収入を5000万ドルから7000万ドルと予測したの。大失敗に終わる見込みってはっきり言われとるやん。辛辣すぎるばい。彼らはドウェイン・ジョンソン主演の実写版モアナと伝説の海は大失敗に終わる見込みだ。制作費は約2億ドルだが、しばらく前から前売り券の売れ行きが悪く、国内での興行収入は5000万ドルから7000万ドルにとどまるだろうとはっきり指摘しているの。前売り券の売れ行きが悪いんか。ファンの熱量が全然ないってことやね。でも別の予想はどうなっとると？別の追跡サービス、ボックスオフィスセオリーの予測では、国内興行収入は、現在7500万ドルから9600万ドルの間で推移すると予想されていて、最も具体的な予測値は約8800万ドルとなっているの。業界関係者の予想も、おおむね、この数字に近くて、ディズニー自身も8000万ドル台半ばと見込んでいると言われているんだよ。ディズニー本体も8000万ドルくらいかなって控えめになっとるんやね。でも、8800万ドルって言ったら、そこそこの数字に見えるけど、これがなんでダメなん？ここで、オリジナル版の凄さと比較してみると、オリジナル版、モアナと伝説の海は、ディズニーの現代アニメーション映画の中でも、特に成功を収めた作品の一つなの。全世界で7億ドル近い興行収入を上げて、関連グッズも爆発的に売れて、ディズニープラスでも、長年にわたり、最も視聴された映画の一つとして君臨したの。そうよ。うちも好きで何回も見たばい。そして、最近公開されたアニメの続編は、興行収入で大ヒットを記録して、全世界で10億ドル以上を稼ぎ出したの。このフランチャイズに対する観客の関心が、依然として非常に高いことは証明されているんだよ。アニメは10億ドルも稼いどんやね。じゃあ、実写もそれくらい行くのが普通やろ。それがそうはいかないの。ボックスオフィスセオリーの8800万ドルというより楽観的な予測でさえ、近年のフランチャイズ作品の公開時と比べると驚くほど低調に見えるんだよ。
他の映画と比べるとどうなると？例えば、今年初めに公開されたディズニーの実写版リロ&スティッチは国内で約1億4600万ドルの興行収入を記録したの。オリジナル版モアナと伝説の海2は約1億4000万ドルの興行収入を記録した。そして賛否両論を呼んだ実写版リトル・マーメイドでさえ公開初週に国内で約9500万ドルの興行収入を記録したんだよ。ちょっと待って。実写版のリロ&スティッチが1億4600万ドルで、リトル・マーメイドが9500万ドルやろ？モアナの一番いい予想の8800万ドルって、それらの足元にも及んでないやん。その通りだよ。現在出回っているモアナと伝説の海に関する最も楽観的な予測でも、ディズニーの現代における最も強力なブランドの一つを要しているにもかかわらず、この映画はリロ&スティッチ、モアナと伝説の海2、そして、リトル・マーメイドのいずれの映画化作品よりも興行成績が劣るとされているの。最強のブランドを持っとるのに、過去の失敗作にすら負けるって。これ、完全にディズニーの実写化ブランドが呆られとるってことやん。お客さんが、また実写化かよ、もうええわ、ってなっとる証拠ばい。ここで、さらに、この映画の大爆死を決定づけるかもしれない予算の不都合な真実と、主演のザ・ロックの危機について、確信に触れていくんだけど、でもその前に、いつものやつやね。ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。ここまでの話を聞いて、面白い、ディズニーの実写化戦略、ちょっと考え直した方がいいんやないと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価をお願いするばい。みんなの応援が、葵とすみれの動画を作るエネルギーになるけんね。ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実写版、モアナと伝説の海の興行収入の見通しをめぐる不確実性は、報道されている制作費を考慮すると、さらに重要な問題になってくるの。さっき、制作費は約2億ドルって言っとったよね。2億ドルでも十分高すぎると思うけど、これに何か裏があると？実は、この2億ドルという数字は、興行収入アナリストの間で激しく疑問視されているんだよ。疑問視されとる？どういうこと？映画の宣伝で随所に見られる膨大な量の視覚効果を考えると2億ドルで収まるはずがないと言われているの。予告編のほぼ全てのシーンにはデジタル処理で加工された環境、海洋エフェクト、生物、あるいはファンタジー要素が登場していて、これらは大規模なポストプロダクション作業、つまりめちゃくちゃお金のかかる CG 作業を必要とするはずなの。確かに、海の表現とか髪の毛の動きとか CG バリバリやないと作れんもんね。過去のディズニー作品と比較すると、その嘘っぽさがさらに際立つの。インフレ、物価上昇を考慮に入れると、美女と野獣の制作費1億6000万ドルは、現在の価値で約2億500万ドルから2億1000万ドル。ジャングルブックは1億7500万ドルが約2億3000万ドル。アラジンは1億8300万ドルが約2億2500万ドルから2億3000万ドルになるの。全部2億ドル超えとるやん。言い換えれば、ディズニーは事実上、モアナと伝説の海の制作費が美女と野獣とほぼ同額で、インフレ調整後のジャングルブックやアラジンの制作費よりも少なかったと観客に信じさせようとしているの。そんなわけないやん。美女と野獣は本物のセットや衣装をたくさん使っとったけど、モアナと伝説の海はほとんど CG の塊やろ？ジャングルブックとかと同じか、それ以上にお金かかっとるはずばい。なんでディズニーは制作費を少なく見せようとしとると？おそらく2億5000万ドルもかかったのに、興行収入がこれだけしかないと大赤字として叩かれるのを恐れて、少しでもハードルを下げたいという思惑があるんじゃないかと言われているよ。もし、本当の制作費がもっと高ければ、絶望的な興行収入予測では、回収なんて夢のまた夢になってしまうからね。数字のトリックでごまかそうとしとるんやね。ハリウッドの闇バイ。でも、主演はザ・ロック、ドウェイン・ジョンソンやろ？彼がおれば、なんとかお客さんを呼べるんやないの？それが、この映画は、ドウェイン・ジョンソンにとって、また、新たな大きな舞台での試練になると言われているの。試練？ザ・ロックって、出れば絶対ヒットする、無敵のスター俳優やなかったっけ？長年にわたり、彼は、ハリウッドで最も信頼できる、興行収入スターの一人だったよ。でも、近年、その評判は、ますます厳しい目にさらされているの。例えば、彼が肝入りで制作した DC のブラックアダムはフランチャイズの立ち上げに失敗して大こけしたの。
アマゾンが手掛けたレッドワンも巨額の予算を正当化するのに苦労したし、オスカー狙いだったドラマスマッシングマシーンの興行成績も悲惨なものだったの。うわぁ。最近のザ・ロックこけまくっとるやん。無敵のオーラが完全に消えとるばい。だから近年の業績を受けてドウェイン・ジョンソンの名前だけで興行収入の成功が保証されるのかどうか疑問視するアナリストも増えているんだよ。ザ・ロックが出とるから絶対面白いっていう時代が終わってしまうたんやね。モアナと伝説の海は理論的にはこれまでとは違うはずだよ。彼はアニメ映画でおなじみのマウイ役を再び演じるから自身にとって最も愛されている役の一つへの復帰になるの。でも、もしこの映画の興行収入が大失敗に終わると予測された5000万ドルから7000万ドルに近いものになった場合、ドウェイン・ジョンソンの集客力に関する議論はさらに激化するだろうと言われているの。もし今回もこけたら、マウイ役でもお客さんを呼べない終わった俳優っていうレッテルを貼られてしまうかもしれんってことやね。ザ・ロックにとっても絶対に負けられない戦いばい。興行成績予測の専門家たちは、モアナと伝説の海の興行成績について意見が分かれているように見えるけど、この映画が次なる10億ドル規模の大ヒット作となる可能性は低いという点では一致しているようなの。公開までの間にこの絶望的な状況が変わるかどうかが夏の興行収入にとって最も興味深い疑問の一つになっているよ。ディズニーの実写化バブルもいよいよ弾ける時が来たんかもしれんね。アニメの大ヒットの陰で実写版がどんな結末を迎えるのか、ある意味めちゃくちゃ楽しみになってきたばい。ということで今日は実写版モアナと伝説の海の絶望的な興行収入予測とディズニーとザ・ロックが抱える大きな危機という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。